今回の動画では近日中の開催が予定されているイベント、王朝の下アンダータイドのイベント内容や同時期に実装されるオペレーターの概要などを紹介していきます。王朝の下アンダータイドはイベント偉人の道をやガチュウジンと同じサイドストーリー形式のイベントで、アークナイツでは大型イベントに分類されるイベントとなっていますが、大陸の方ではアークナイツの配信2周年と同時に実施されたイベントということや、同時期には他にも様々なイベントやキャンペーンなどが開催されたことから、全体的には大型イベントを上回る超大型イベントと言えるような規模となっています。ドクターはイベント中は腐食したイベリアレコードと呼ばれるポイントをイベントステージやイベント任務から獲得し、イベントショップにて様々なアイテムや素材と交換することがイベントの主な目的となります。なお、今回のポイントもこれまでのサイドストーリーの例には漏れず、イベントステージ以外ではドロップしないので、イベントが開始される週の殲滅任務はイベント開催前に終わらせておくことをお勧めします。イベント報酬は配布オペレーターとしては初となる星6オペレーター、グレイディアや育成素材、論面兵などとなっており、論面兵を無限に交換することができる枠も存在しています。そのため、イベントステージでの素材ドロップも相まって、今回も利成功率が良いイベントとなっているので、イベント期間中はイベントステージをひたすら周回できるように調整しておきましょう。泥沼に引きずられるような進軍速度ですけれど、気になさらないで結構よ。私は待っててあげられますから。今回のイベントで配布されるオペレーターは特殊オペレーターであるグレイディアとなっており、グレイディアは初となる星6の配布オペレーターです。種類としてはクリフハートやスノーズントと同じ引き寄せ型ではありますが、その性能は配布オペレーターということを感じさせない非常に優秀なものとなっています。スキルの主な概要などは後ほど他のオペレーターと一緒に紹介をしますが、端的にグレイディアのことを評価すると、ぜひとも貫突分まで入手しておきたいオペレーターと言えます。続いて、今回のイベントで開放されるイベントステージを紹介。通常ステージは全部で12個のステージが開放されることとなり、そのうちの1ステージがチュートリアル、2ステージはストーリーのみ、9ステージがストーリーと戦闘を含む通常のステージとなります。ポイントとなる腐食したイベリアレコードは、今回もこれまでのサイドストーリーの例には漏れず、チュートリアルやストーリーを除くすべての通常ステージにて、理性1に対して1ポイントドロップします。さらに、今回の通常ステージでも素材はドロップし、SV7 から SV9 でドロップする。中級玄岩、素子結晶、中級装置は、大陸版の統計サイトによれば、全ステージ中最高クラスのものとなっています。特に素子結晶、中級装置は、今回がイベントステージドロップとしては初となり、大陸版でも2021年10月上旬時点では、この2つの素材がイベントステージでドロップするというイベントは開催されていません。そのため、日本版でもおおよそ半年程度は、これらの素材がドロップするイベントは、日本版でイベントが先行するということがない限りは、効率よく入手できる手段がないと言っても過言ではないので、できる限りかき集めておくことをお勧めします。意地割りをするつもりなのであれば、今回のイベント開催中にすることが絶好の機会と言えるでしょう。今回のイベントもサイドストーリー形式のため、これまでと同じく EX ステージが用意されています。EX ステージは通常8ステージ、強襲8ステージとこれまでのスタイルから変更はなく、勲章の入手には EX ステージの強襲すべてをクリアする必要があります。続いて、今回のイベントにて登場するギミックを紹介。今回のイベントでは、精神損傷という新たなギミックが登場し、今回のイベントで登場する大半の敵は、この精神損傷を含む攻撃を行ってきます。ノイルホーンの下に表示される丸いゲージが、精神損傷をどれだけ受けているかを示すゲージで、このゲージが0になるとオペレーターはスタンし、確定の大ダメージを受けることとなります。このギミックの厄介な点は、精神損傷は放置していれば回復するということはなく、もう一つのギミックを駆使しなければ、現状では回復する方法がないという点にあります。つまり、そのギミックがステージに存在しなければ、確定ダメージとスタンを受けるまで、精神損傷は蓄積し続けるというわけです。例となるのが、現在流している映像のステージで、このステージには精神損傷を回復することができるギミックが存在していないため、精神損傷は蓄積しっぱなしとなります。そして、その精神損傷を回復することができるギミックというのが、
応急治療施設と自動メンテナンス機器です。応急治療施設はステージ上に設置されている設置物の一つで、応急治療施設の周囲にオペレーターか自動メンテナンス機器が存在している際に起動し、応急治療施設の効果範囲内にいるオペレーターの精神損傷を回復してくれます。そして自動メンテナンス機器は他の敵ユニットのようにステージを移動することが可能で、自動メンテナンス機器が応急治療施設の近くに移動してきた後は、応急医療施設の効果が大きく強化されることとなり、精神損傷の回復速度が大きく上昇します。一方で判定としては敵ユニットに近いものとなっているので、自動メンテナンス機器がオペレーターの攻撃範囲に存在し、なおかつ敵ユニットが存在しない場合は、自動メンテナンス機器はオペレーターの攻撃対象となり、攻撃によって破壊されてしまうこととなります。そのため、自動メンテナンス機器の効果自体は強力なものの、あまり当てにはなりません。そもそも、勲章の達成条件に自動メンテナンス機器が応急医療施設に触れないというようなものがいくつかあるので、サポートギミックなのにもかかわらず、どちらかというとお邪魔ギミックというイメージの方が強いですが、続いて、今回のイベントで登場する新たな敵たちを紹介。今回のイベントは雰囲気からもわかるように、海に関するイベントとなっており、新たに登場する敵たちも海に存在する地上とは異なる生態系を持った生物、強魚となります。定海の滑走者は先ほどのギミック紹介でも登場した敵ユニットで、攻撃方法や移動方法に目立った特徴はなく、メインストーリーでの歩兵にあたる敵ユニットですが、攻撃を受けた味方は精神損傷を受けるという特殊能力を持ちます。移動速度が速いということもないため、遠距離から対処すればあまり問題になることはありませんが、近接オペレーターで対処させてしまうと、精神損傷が蓄積し、肝心な時にオペレーターがスタンしてしまうということがあるので、注意が必要です。農界を排する者は自身は攻撃を行いませんが、攻撃を受けて HP が一定数減少するごとに、周囲のオペレーターに対して大量の術ダメージと精神損傷をばらまくという、非常に厄介な特殊能力を持った敵となっています。特にこのばらまかれる精神損傷のダメージが凄まじく、農界を排ずる者一体から放たれる精神損傷だけで、オペレーターは全開状態から一気にスタンまで持っていかれるほど、おまけに術ダメージも割とそれにならない量に加えて、そこに精神損傷による確定ダメージが入るので、生半可な HP のオペレーターであれば全滅するほどの威力を持ちます。そして HP が一定数失うごとにということからもわかるように、一気に HP を削ると大ダメージと精神損傷を凄まじい速度で放出し続けるため、文字通り戦線が崩壊することになります。今回登場する敵ユニットの中でもかなり厄介な部類の敵ユニットとなるので、慎重に対処する必要があるでしょう。ただ、ダメージと精神損傷の放出範囲はそこまで広いものではないので、遠距離で処理してしまえば大きな被害を被ることはありません。問題は HP が非常に高いので、遠距離でどうやって効果力を出すかという点ではありますが。初回の収穫人は闇夜で登場したサルカズマ剣士や呪術師のように、攻撃を受けるまでは一定時間が経過するまでそこを動かず、一定時間経過後もゆっくりと移動するというような性質を持ちますが、一度攻撃を受けた後は甲高い叫び声を上げた後に進行ルートを凄まじい速度で移動し、周囲に非常に強力な精神損傷をばらまき続け、接敵した後は接敵対象に攻撃をしながら精神損傷を与えるという非常に厄介な敵となっています。おまけに防御力や HP もかなり高い数値となっているため、生半可なダメージでは倒すことができず、攻撃力自体はそこまで高くはないのですが、接敵後は迅速に対処しなければ、一瞬でスタンまで持っていかれ、すり抜けられてしまいます。そのため、この敵の対処をする際は、大火力でさっさと倒してしまうか、勝手に徐々に HP が減少する効果を活用して、高速再配置などで進行ルートを妨害することが重要となります。とにかく非常に厄介な敵なので、この敵が出現した時は、最優先で処理できるような体制を組んでおきましょう。以上が今回のイベントで登場する新たな敵の一部となります。続いて、勲章システムについて紹介。今回のサイドストーリーでも、これまでのサイドストーリーと同じく勲章が存在しており、一定の条件を達成することで勲章を獲得することが可能となっています。実際のテキストとは異なる点もあるかと思いますが、獲得条件は上記の通り。
以上が今回のイベントで入手できる勲章と入手条件になります。続いて今回のサイドストーリーで展開されるストーリーの概要を紹介。スカジはグレイディアという名の女性がロドスから眠ったままのスペクターを誘拐する姿を目撃。その場で誘拐を阻止することができず、スペクターは連れ去られてしまうこととなります。その後、スカジは単身でスペクターの救出を果敢することとなり、リベリアのとある町に向かうこととなりました。しかし、その町の雰囲気は明らかに異様で、町にいる人たちはブツブツと同じことをずっと言っていたり、とある日をずっと待ち焦がれているような状況だったりと、とてもじゃありませんが、人としての生活を送っているとは言いづらく、まともに取り合えるような状況ではありません。果たして、なぜこの町がこのような異様な状況となってしまっているのか、グレイディアがなぜスペクターを誘拐したのか、イベリアとエーギルが抱えている問題の一端が語られることとなります。続いて、同時期に実装される可能性のあるオペレーターを紹介。王朝の下の同時期には、グレイディア、赤冬、ケルシー、ラクシンスカジの4人が実装されるものと思われます。グレイディアのみが今回のイベントの配布オペレーターとなっており、それ以外のオペレーターはスカウトでの入手となっています。なお、今回のイベントスカウトはリミテッドスカウトとなっているので、ラクシンスカジのみは実装時点では今回のリミテッドスカウトでのみ入手することが可能となっています。それ以外の赤冬、ケルシーは今回のリミテッドスカウト後に開催される通常スカウトに追加されるため、イベント終了後も入手することが可能です。それでは画面左から順に紹介をしていきます。ドクター、私はロドスのエーギル部門責任者に任命されたグレイディアですわ。今後仕事の上で関わる機会もあるでしょうけど、どうぞ私のことはよそのものとお思いください。まだドクターの信頼に値しませんもの。グレイディアはエーギル軍事団体アビサルハンターの総戦争設計者の一人であり、現在はとある理由からロドスのエーギル部門責任者としてロドスに協力をし、オペレーターとしても作戦に協力をしています。アビサルハンターの上層にあたる人物ということからもわかるように、戦闘能力は凄まじく、スカジと同じく地上の人物ではおおよそ太刀打ちできるものではなく、少数精鋭であるロドスの部隊の進軍速度ですら、泥沼に引きずられるような進軍速度だと少し毒つくほどには圧倒的な力を持ちます。オペレーターの能力を示す能力測定でも測定項目6つのうち3つが卓越、1つが優秀。そして戦場軌道に関してはおそらく測定ができないのでしょう。黒塗りとなってしまっています。なぜそのような人物がわざわざスペクターをさらったのか。そしてなぜこのような圧倒的な力を持つ人物がわざわざ地上の人類の企業であるロドスに協力をしているのか。その理由はサイドストーリー内で語られることとなります。戦争、種の生存に関わる争いは勝利という概念など存在しない死闘ですわ。あるのはこの星空の下で他の種が全て滅亡するという結果だけ。アビサルはその日が来ることをできる限り遅らせるために命を懸けて抗っているのですわ。常に霊言と悔いもなく。グレイディアは戦術したように配布オペレーターとしては初の星6のオペレーターで、クリフハートやスノーズントなどと同じ引き寄せ型のオペレーターとなっています。性能は星6という名に恥じないものとなっており、現状引き寄せ型のオペレーターとしては間違いなく頂点とも言える性能で、引き寄せが必要となるステージであればほぼ全ての場面において大きく活躍をしてくれることでしょう。そして特筆すべき点は、グレイディアが配置されている限りアビサル所属のオペレーターにはそのオペレーターの最大 HP の一定割合が毎秒回復するリジェネ効果を付与するという点です。つまり対象の HP が高ければ高いほど回復量が増加するということであり、スキル発動中のスカジの HP 回復量が凄まじいことになるほか、元からリジェネ持ちであるスペクターにはさらにリジェネが付与されることとなるので、グレイディアが実装されたことによってアビサル固めでクリアできるステージが大幅に増加しました。もはや革命が起きたと言えるレベルでアビサルを強化してくれるので、今回のイベントではぜひとも入手しておきましょう。赤冬、
武士だ。最強というやつだ。この刀が気になると？どこにいようと私が刀を手放すことはないぞ。恐ろしいのならば離れておれ。赤冬は見た目からもわかるように東出身のオペレーターで、ロドスに加入する前は東にある勢力の武将を務めていました。見た目や言動などから一見するとかなりの堅物で剣道一筋のような人物に見えますが、実際のところはファッションのトレンドなどにもそれなりの理解があり、ゲーマーな部分もあるという意外な側面も見られます。特にアクションゲームに関してはかなりの腕前を持っているようで、他にゲームをたしなむオペレーターたちを圧倒するほどなのだとか。本人によればアクションゲームは反応力を強化する訓練として絶好のジャンルなのだそう。最近はリズムゲームにも興味を示している様子。ただ実際のところはあまり目が見えていないのではという噂もあるようですが。あの者どもがおったならば、今頃は私を引っ張っていって祝いだと酒をかっくらっている頃だ。こうしようドクター殿、お主が付き合え。今夜は潰れるまで飲むぞ。赤冬は味方からの回復を受けず HP が減少することで攻撃速度が上昇し、敵に攻撃をすることで HP が回復するヘラグや宴と同じ自己回復型のオペレーターで、基本的な性能もこれらのオペレーターに準じたものとなっています。ただ他の自己回復型よりもスキル構成は防御寄りのものとなっているため、戦闘時の耐久力はやや高めの性能となっています。その分火力面はやや落ちてしまってはいますが、この辺りは一長一短なので攻撃寄りを選ぶか防御寄りを選ぶかはドクターの采配次第でしょう。私がここに現れるということは、つまり事態が切迫しているということだ。これからも引き続き使命を果たせるように精霊してほしい。ケルシーはドクターの多くがご存知の通り、ロドス医療部門の統括責任者であり、あらゆる分野に精通する知識を持ち、実質的にはロドスの行き先を決めている人物です。ドクターの最も身近な人物でありながら、最も謎が多い人物でもあり、過去のイベントでケルシーの様々な過去が明らかになったものの、それでもなお、ケルシーがどういう人物なのかははっきりとしていません。ドクターに対しては非常に複雑な感情を抱いており、ドクターのことを最も許すことができない存在としていながらも、最も守らなければいけない存在ともしているようですが、なお、ケルシーはあくまでも医療部門の統括責任者であり、戦場指揮という面においては、天才的な才能を持つドクターにはかなわないので、戦場の指示はドクターにほぼ一任しているがために、オペレーターとしてドクターの指示に従っているという形になります。そもそも医療部門で手一杯という状況なので、戦場指揮までできないという問題もあるでしょうが。私がモンスターと共に皆を守る。特にドクター、君のことは。ケルシーは種類としては団体医療に属していますが、実際のところは召喚医療というのが正しいところで、モンスターをフィールドに召喚して敵に対して攻撃を行うという、正直なところで言えば医療オペレーターなのかすら怪しい性能となっています。というより単純な性能で言えば火力に性能が完全に偏っているので、医療オペレーターというよりもケルシー独自の職種といった方が的確なのかもしれません。モンスターの性能はまさにストーリー内で展開される通りの非常に強力なものとなっており、スキルには複数の敵をまとめて攻撃することができ、スキル3は大火力の確定ダメージで防御力や術耐性がどれだけ高い敵であろうとも、文字通り短期で蹂躙することができます。おまけにモンスターの HP は最大で5400を超え、さらに配置コストもスキル発動コストもかなり低くなっているので、配置枠がケルシーとモンスターで2枠必要ということ以外は、おおよそデメリットらしき性能は存在しません。雑魚敵の殲滅、ボスの殲滅とあらゆるステージにて活躍どころか、ケルシー短期でクリアできるステージも出始める始末なので、様々なステージを楽にクリアしたいのであれば、ぜひとも入手しておきたいオペレーターです。ドクター、あなたを待っていたの。ずっと長い間。どうしてここであなたを待っていたか忘れてしまうくらい。でもそんなことどうでもいいの。
もうどうでもよくなったの。楽神スカジはスカジのあり得るかもしれない未来の姿と言える存在で、今の姿からは想像もできないほどの弱々しい雰囲気を持ち、ドクターに対してはもはやドクターしか見えていないと言えるほどの執着した態度を見せています。フレーバーテキストにもあるように、この姿のスカジはスカジではなく、もはやスカジの姿をした別の存在なのでしょう。なぜスカジがこのような姿になる可能性があるのか、その詳細についてはサイドストーリーにてご確認ください。私の剣は腐り落ちて、かつての領友たちもいなくなった。体を流れるのはもう血液じゃなくなったけど、それでも私は満たされてるわ。だって海と一つになったんだから。ね、私と行きましょう。あなたの本当の姿が波の奥深くで待っているわ。楽神スカジは空と同じく味方の強化といったサポートを得意とする補助オペレーターで、スキル1は味方の受けたダメージを楽神スカジが肩代わりする効果、スキル2は自身の周囲にいるオペレーターの攻撃力と防御力を強化し、さらに強力なリジェネ効果をばらまくという効果、スキル3は自身と返しと呼ばれる召喚物の周囲にいる敵ユニットにじわじわと確定ダメージを与え、さらに自身と返しの周囲の味方の攻撃力を大幅に強化するという効果となっています。特に強力な効果を持つのがスキル2で、スキル2は永続効果に加えて周囲の味方には最大で毎秒約100のリジェネを提供し、攻撃力は315、防御力は158強化されることとなります。配置次第では医療以上の回復を提供してくれる上に、オペレーターのステータスも強化されるので、楽神スカジがいるかいないかで、その場面で操作が必要か不必要かが変わるほど、強力なバッファーとなっているので、いつ復刻されるかもわかりませんし、そもそも最近の大陸版の流れだとピックアップされるかすらも怪しいので、最優先で入手することと最優先で育成リストに入れることをお勧めします。続いて、同時期に実装されるコーデを紹介。まずは闘争の血脈から。
以上が同時期に実装される闘争の血脈シリーズのコーデとなります。続いて、アンビエンスシナスタジアの専用コーデを紹介。以上が同時期に実装される専用コーデとなります。続いて、同時期に実施されるイベントや販売されるパックを紹介。今回のスカウトはリミテッドスカウトとなるので、これまでと同じく10連スカウト券の配布と、毎日無料スカウト1回を14日間、合計で24回無料でスカウトを回すことが可能となっています。今回も最終日まで貯めて一気に回すということはできないので注意しましょう。毎日ログインすることで合成玉を一定数獲得することができるキャンペーンも開催されます。今回のログインボーナスはこれまでのくじ形式のような画面ではなく、上記のようにコータスバレーの地図が表示されるというようなものとなっており、右下の作業開始というボタンを押すことで左側の地図に赤いマークが表示され、合成玉を300から1800個入手することができるという形となっています。そして期間中最低1回は必ず合成玉が1800個獲得できるようにはなっているため、このイベントで合成玉は最低でも5700個は獲得することができる計算となります。上記の映像では合成玉は500個獲得することができています。超大型イベント恒例の14日間ログインボーナスキャンペーンも行われます。1日目のログインボーナス報酬である家具の名前は変わるとは思いますが、おおよそ上記の内容となるでしょう。パックの販売も行われます。まずは ID 情報更新パックから。ID 情報更新パックは内容はネーム変更ができる ID 情報更新カードのみとなっているため、必要のない方には必要のないものでしょう。なお、1回目は無料、2回目以降は610円で購入する必要があり、半年に1回しか購入することはできない、つまり半年に1回しか名前は変更できない仕様となっているので注意が必要です。続いて、感謝祭物資パック。価格は先日の 1.5 周年記念パック、ペニと同じものにはなっていますが、内容に変更が加えられており、初級作戦記録50個がなくなった代わりに、アーツ額3が20個から30個に、アーツ額2が30個から50個になり、さらに各パーツ500個が追加されています。スカウトを回せる効率は相変わらず月パックの方がいいので、スカウト回数を重視するのであれば月パックを、素材のことも考えるのであれば感謝祭物資パックを購入するといいでしょう。将兵指名パックの販売も行われます。今回対象となるオペレーターは、スルト実装までのオペレーターとなっており、強力なオペレーターであるソーンズやスズラン、スルトも対象となっているので、所持していないオペレーターが対象となっているのであれば、購入するのもいいでしょう。スカジの専用コーデ、ウェーブライダー WR04 をすでに購入している方には、コーデ引換券が配布されます。コーデ引換券の使用期限はなく、使用したタイミングで販売されているコーデを一つ無料で購入することができるので、自分が欲しいと思ったコーデが販売されている時に使うといいでしょう。階層広く、逆離演算も追加されます。
なお、サーマル EX のみは外装広くのみの追加となっています。少し先にはなりますが、殲滅以来のステージが更新され、フラットビーチが追加されます。フラットビーチは見た目からもわかるようにシエスタの敵と、コマンドシステムがあることからもわかるように、幻想の掟の敵たちが登場します。現在の殲滅ステージよりかは難易度が高くなるため、やや面倒なステージにはなります。なお、今回の殲滅ステージの半自動動画では、普段あまり使用しないオペレーターである C の S1 を使用する予定なので、私の動画を参考にするかもという方は、準備の方をよろしくお願いします。同時期には、殲滅演習の全ステージが開放されます。あくまでも演習なので合成玉は獲得できません。これまでに完全クリアできていない殲滅ステージがある方は、この機会にクリアしておくといいでしょう。最後に、家具シリーズ、イベリアリゾートを紹介。以上が同時期に実施されるイベントやキャンペーンとなります。今回のイベントは大陸版では2周年でしたが、日本版はあくまでも秋の大感謝祭という形のため、いくらか実施されるイベント内容に変更などが見られました。今回実施されなかったキャンペーンなどは2周年に回されるものと思われます。以上が秋の大感謝祭で発表されたオペレーターやイベントなどとなります。この動画が良ければ動画制作の励みになるので、チャンネル登録やグッドボタンを押していただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。